ジュリカです。16歳、高校2年生でパリに住んでいます。友達と、ちょうど1年前、2023年7月14日、フランス革命記念日の日に YouTube チャンネルを始めて、今日はその1周年記念ということで質問をいろいろ募集してみたので、その質問に答えてみたいと思います。友達と一緒に YouTube を始めて、彼女はフランスとラオスのハーフで、私と同じぐらい日本語ができる子で、その子はちょっと今パリにいないので、今回はお休みに行ったということで、一人でちょっと答えていきたいと思います。なんで YouTube を始めたのか。フランスで、ウゴ・ディクリプトっていうすごい有名な YouTuber がいて、その YouTuber は主にニュースを YouTube で発信していて、10分の動画で、その人の動画をそのコロナになってからずっと見てて、自分も勉強になったし、すごいニュース、世の中でどんなことが起こってるのかとか、すごい興味を持って、自分も日本で若い人はあまりニュースを見たりしないから、ニュースを発信したいなってまず思ったのと、2つ目はよく日本のニュースでアメリカとか中国のニュースとかをよく見てたんですけど、ヨーロッパの話があんまりなくて、それで私は日仏ハーフ、お母さんが日本人でお父さんフランス人なので、日本語とフランス語話せるから、ヨーロッパの動画を日本語でやることによってもっと日本人にもヨーロッパに興味を持ってもらいたいなと思って始めました。どのぐらい時間がかかるのか、もう結構かかっちゃって、合計多分30時間ぐらいかかるかもしれない。まず内容を決めなきゃいけなくて、友達と電話とか会って、まず3時間ぐらい内容をちゃんと文章にして書いて、いろんな教材だったりネットとかいろんな資料で勉強して、ちゃんと正しい情報になるように、情報をまず整理して、その後に声の録音をしなきゃいけないから、30分ぐらい撮影するのに移動したりしなきゃいけないから、多分3、4時間かかる。モネの動画は、その最新の動画は結構一番長かった動画で、これは本当に苦労して合計20時間ぐらい始めたと思う。でその後にリテラ通訳を中心にやってくれて、フランス語と英語で通訳してくれて、準備されてる文章を YouTube で入れなきゃいけなくて、喋ってるところと翻訳されてるのを合わせなきゃいけないから、それが多分3時間ぐらいかかるから、多分合計30時間から40時間。Juste comment est-ce que vous montez une vidéo? Juste tu veux pas, au lieu de répondre aussi, tu peux pas montrer un petit passage quand tu montes. 私はキャップキャットを使ってます。前はスマホでやってたんですけど、本当にちっちゃくて不便だから、このモネの動画とかをじゃあちょっと見てみると、カメラを買ってもらって自分で買ったんですけど、それを例えばこういう感じで、ここに動画があって、いろいろまず音声をやったり、あと音楽もめっちゃ決めるのに時間かかる。音楽って意外と本当に重要だから3時間ぐらいかかる時も、ずっとやってるわけじゃないけど、文章とかも毎回私の動画の難しいところは、喋ってるところを載せてるだけじゃなくて、他にその歴史的な部分とかそういうところを載せてるから、載せてもいい動画なのかとか、全部そういう出典とかを書かなきゃいけないっていうのがめちゃくちゃ大変で、例えばじゃあこの動画だったら出典キュルチューチューブとか全部調べてやってるから、結構時間かかるかも。とにかくキャップキャットで頑張って編集をしてます。なんでいろんな言語でやってるのか。これはちょっと正直迷ってて、ヨーロッパの動画を日本語でやってるのは、日本人にヨーロッパの魅力を知ってもらいたいっていう気持ちが強かったからで、日本についての動画はじゃあなんでフランス語とか英語でやってるのって言われた時に、それは逆にそのフランス人が
日本に興味を持ってもらうためにやろうと思ったんだけど、正直一つの視聴者にこう絞った方がいいっていうのは分かってて、でもとにかく本当にシェアをしたいから、日本の文化をフランス人にシェアして、ヨーロッパの文化を日本人に知ってもらいたいっていう気持ちで始めました。 YouTube をやってから変わったこと、いろんな人に知り合えたり、いろんな人ともっとコミュニケーション取れたりできたのがすごい嬉しくて、インタビューすることで何に情熱があるのかとか、どうしてその分野が好きなのかとか、いろんな方とコミュニケーションができて、あとやっぱり知識がすごい増えたなっていう、もう知ってる、これ動画でやったみたいな結構あって、胸張る様式とかはでも授業でまだやったことないけど、セビリアの動画で胸張る様式についてやりました。Quelles étaient les réactions de vos proches? 結構びっくりしてたと思う。誰にも本当にずっと誰にも言ってなかったの。親ぐらいしか知らない。あと友達一人とかいきなりインスタグラムで YouTube 始めますみたいな載せたから、みたいな、なんでみたいな結構言われたけど、でもみんなすごい応援してくれて、友達とかいろんな人にすごい良かったとか言ってもらえて、頑張って良かったなって気持ちでいっぱいです。どうやって高校と YouTube を両立してるのか。プロの YouTuber さんとかは毎日動画を載せてるけど、私ちょっとそれは結構難しいから、編集全部自分でやってるから、フランス語の試験があって、バカルレア、ここ数ヶ月間ちょっとニュースはストップしてて、でも大体いつも土曜日に友達が12時に学校終わるから、私は10時に終わって、家に来て、で一緒にパソコンでニュースを4つセレクトして、いろんな記事、1つの記事だけじゃない、絶対にダメだから、3つぐらい記事を取ってちゃんと情報を確認して、できるだけ中立した立場で書いて、でその後友達が行ったら撮影しに行って編集する。ニュースの方が全然早く終わるかな。狭い視聴者と広い視聴者どっちがいいか。深いんだったら狭くても大丈夫。深いんだったら。でもやっぱりもっと多くの人に見てもらいたいっていうのは夢だし、それに向かっても頑張ってるから難しいけど、やっぱ深くはあってほしい。広くて深いが一番。将来はどういう感じの仕事がしたいのか。本当に変わって、もともとはずっと国際弁護士になりたくて、フランスと日本で資格を取って、でも私結構コミュニケーションが好きだし、今自分がやってるこの YouTube もすごい好きで、とにかく国際的でコミュニケーションが重要な仕事に就きたいなっていう、人の役に立ちたいなって、何かを残して。ちょっと質問に答えてるかわからないけれど、ここはちょっとプライベートな質問なんだけど、最後は自分のことを日本人だと思いますか、それともフランス人だと思いますか。これめっちゃ聞かれる質問。本当に聞かれる。いつも何語で考えるのとか。でも正直本当に答えはわからないっていうか、どっちも。なぜかっていうと、日本にいる時は自分のことをフランス人じゃないって思うの。だってもう本当にこれは直さなきゃいけないと思ってるけど、もうとにかく遅刻をしてしまいます。はい、直します。ごめんなさい。で本当に遅刻をしちゃって、日本人ってほぼ遅刻しないじゃん。そういうところは本当にフランス人だなって思うけど、逆にフランスにいると性格上はっきり全部言わないタイプなの。フランス人って傷つけることでも全部思ったことを口にするっていうタイプで、私は結構こういうこと言ったらこの人傷ついちゃうかなとか、そういうのをやっぱりよく考えちゃうから、直接全部は言わないかもしれないとか、あと嫌だってあんまり言えない性格で断るのが好きじゃない。そういうところは日本人だなって。だけどフランスにいる時は夢も考えることもフランス語だし、逆に日本に行った瞬間全部リセット、もうみたいなリセットされて、
まあ大体日本語で夢も見るし日本語で考えるから、まあ、答えは両方です。猫いますか？いません。いい動画になれたかちょっとわからないし、いつもやってる動画とは全く違うから、まあ、うまくできたかわからないけど、とにかく、まあ、今回の目的は質問に答えるっていうのと1周年記念っていうの、あと最後にいつも助けてくれた人すごい感謝の気持ちを伝えて、まあ、やっぱり撮影してくれてるのもお母さんだし、こうずっとカメラをこう持つのもすごい大変みたいで、あとリテラ一緒にYouTube を立ち上げたで、あとインタビューに答えてくれた人、あと見てくださってていつも良かったよって言ってくれる人も本当に本当にありがとうございます。これからはまだちょっと違う国に行ってみたから、その違う国の動画を編集して載せていきたいと思ってて、まあもちろん理想は毎週日曜日に載せたくて、だいたい18時、日本の時間で18時だけど、フランスの、受験とかでストップする可能性もあるけど、来年できる限りいっぱい動画を載せて、いっぱい新しいことが学べるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。